こんにちは、レイウッドです。今回ですね、RC カーの電飾の基本、LED に使用する抵抗の計算について緩めの解説ということで、これですね、この LED をラジコンにつけて光らせたい。で、その辺に関してはど素人ですよと。そういう方向けにですね、基本的なことを、なるべく緩めに、小難しくならないように解説させていただきたいと思います。なのでですね、あまり厳密にやらずに、大体これで光りますよみたいな、表現も出てくるかと思いますが、そのつもりで見ていただきたいのと、あとは電気に関わる工作なので、もちろん、すべてですね、自己責任で実施していただくのが前提ですというのはご了承ください。はい。というわけで、なるべく小難しくならないようにはしたいんですが、とはいえですね、今回電子工作系のお話にはなりますので、どうしても小難しい点があったり、あとは画面もですね、回路図みたいなやつとか、ちょっと用意したんで、そういう計算式とか、そういうのばっかりになっちゃうとは思うんですけれども、ちょっとそこもですね、ご了承ください。今ちょっと挿してあるだけなんですけど、こんな感じで、電源入れた時にですね、例えばこれがヘッドライトだったら、この LED が光るという風にするために、ちょっとなんて言うんでしょう、覚えるっていうか、理解してしまえば簡単なんですけど、やっぱりちょっと難しいところはあるので、なるべく簡単にですね、説明をさせていただこうと思ってます。あと、今回の電飾のお話ですね、あくまで一般的な RC カーについてという前提になりますので、今回これ、WPL のモデルですね、置いてはあるんですけど、メカは入れ替えてあります。ちょっと説明のために用意したものなんで、メカの乗せ方とかちょっと雑な感じで、とりあえず配線だけしてあるみたいな感じですけど、なので受信機これ、汎用ですよね。で、これがですね、WPL の RTR モデル、このメカを乗せ替えてなくて、そのままのモデルっていうのはちょっとまた違うので、そこはご注意ください。あくまでも今回は一般的なプロポセットを使って、BEC の電圧、ちょっとこの BEC っていうのも後で説明はするんですけど、BEC の回路っていうのがあって、それの電圧が5から 6V の場合、それが普通なんですけど、それを想定したお話になります。これ載せちゃってますけど、ちょっと載せる前がこれですね。こういう一般的な受信機。で、プロポももちろんそれに合わせた、プロポですね。こういうやつですね。これはターボレーシングってやつですけど、こういう一般的な RC カー用のプロポセットを使っている場合のお話になります。RTR の純正の、受信機兼 ESC っていう基板があると思うんですけど、あそこから取れる電圧がですね、ちょっと 3V になるので、一般的な RC カーの5から 6V っていうのとちょっと違うので、今回はですね、その RTR 純正の電飾動向というお話ではなくて、もう本当に一般的な RC カーの電飾のお話になりますので、そこですね、ご注意ください。で、今回今お見せしたこのうちでですね、取り扱いのあるプロポがこのターボレーシングっていうところのプロポなので、基本ターボレーシングで説明するんですけど、例えば3話のプロポ使ってるよとか、2話のプロポ使ってるよっていう場合も同じですね。なので、そういう方もですね、参考にしていただけると思います。で、あとですね、ちょっと今回のお話が、あくまでも LED のこれのですね、これに取り付ける抵抗の計算の仕方、考え方っていうところのお話になりますので、そもそもここからどうやって電源取るのみたいな、疑問ある方もいるかもしれないんですけども、ちょっとそこはですね、簡単な説明に今回は留めさせていただきます。今回はあくまで、抵抗の考え方のお話になります。で、一応ちょっと本当に軽く説明させていただくと、これですね、今回はこのデュポンコネクターとか、QI コネクターとかって言われると思うんですけど、本当によく一般的に電子工作で使われる、こういう2ピンのコネクター、これを使って電源を今取ってたんですけど、こっち、ちょっと見えやすいこっちでもう一回挿してみますね。例えばこのターボレーシングの受信機だと、こう見ると、これ見えますかね？ですね、一応ここに見えないかもしれないですけど、ここにですね、S プラスマイナスってあるんですよ。で、このプラスとマイナスっていうところがもう書いてある通りで、電源が取れるんですね。で、どこでもいいんですけど、例えば、このプラスとマイナスって書いてあるところに、このプラスとマイナスっていうのを、挿す。これだけで、ここから電源が取れるようになってます。で、ここが空いてればいいんですけど、例えばこのターボレーシングのこの受信機の場合だと、4チャンネルなんで、4つ挿す場所があるんですよ。で、一般的にどの受信機も一緒だと思うんですけど、1番に、ステアリング用のサーボをつけます。で、2番に ESC、
前進後進のための ESC ですよね。スピードコントローラーをつけますと。で、基本、車の場合はそれで走れるじゃないですか。アクセルとハンドルなんで。で、さらに WPL の場合だと3チャンネルでシフトチェンジ使ってますよと。で、4チャンネル余ってますよみたいな状況があれば、その4チャンネルに余ってるとこにこう挿していただくのが一番無難なんじゃないかなと。ただ、全部使っちゃってる場合もあるじゃないですか。例えば WPL の場合で言うと、1番ステアリング、2番 ESC、3番シフトチェンジ、で4番ウィンチに使っちゃってますと。そういう場合はどこかから分岐させないといけないので、そういうのを使うときは、ですね、ちょっと今すいません、うちで取り扱いがないくて、そのうち取り扱いをしようと思ってるんですけど、今のところないので、ちょっとうちでご案内はできないんですけれども、例えば検索とかで、サーボ分岐とかってやると、サーボの3色の線あるじゃないですか。あれがこう、シンプルにここに1個挿して、でそれが2本に分岐してるやつがあるんですよ。そういうので、分岐させるっていう方法もあったりします。というわけで、今回は単純に、この2ピンのコネクタですね。これをここに挿して電気を取るっていう感じで説明を進めさせていただくんですけど、こんな感じですね。はい。というわけで、今回ちょっとこの、そもそもの電源の取り方については簡単な説明に留めさせていただいたんですけど、もしそもそもどうやって受信機から電源取るんですかっていう、ご質問、多分大丈夫だと思うんですけど、そもそもそこをちょっと詳しく知りたいという、疑問、わからないっていうのがありましたら、コメント欄からですね、教えてください。で、もしそれが多いようでしたら、それはそれでまた動画を作ろうと思います。はい。では、ちょっとまたこれ、実際に車の方の受信機に挿すんですけど、ここですね、ここに、挿しましたと。で、やっとちょっと本題に入っていける感じなんですけど、まず、そもそも LED は何かっていうと、こんな感じで電気を流すと光る。まあ、これですね。これが LED ですと。で、本当に基本的な特徴としては2つあってですね、1つは、プラスマイナスが決まっていて、それを間違えると光りませんというのがあります。まあ、これはご存知の方多いと思うんですけど、LED 単品で、例えば買いましたっていう状態だと、こんな感じになってるんですね。で、この足をよく見ると、長い方と短い方があるんですよ。で、今、左が長い方ですね。こっちがプラスです。で、右側が短いんですけど、こっちがマイナスになります。なので、この長い方を、こう、プラスに接続し、長い方をプラスにして、短い方をマイナスにするとつくんですけど、これ逆にするとですね、こうつかないんですよ。慣れてる人は大丈夫だと思うんですけど、ちょっと慣れてなくて、こう全体の配線よく考えて慎重に作業したのに、あれ最後つかないと。で、よくよく確認したらプラスとマイナスが間違っていたってことも、結構あるので、そこがまず1点目なんですね。で、もう一つは流す電気が弱いと光らない。で、強いと切れる。っていうのがあるんですけど、で、1個目のプラスマイナス逆だと光りませんよっていうのはいいと思うんですけど、2個目のこの流す電流が弱いと光らない、強いと切れるっていうのが意外と大事でですね、例えば普通のもう本当にすごい昔からある豆電球、LED じゃなくて普通の豆電球ってあるじゃないですか。豆電球とかに比べると、必要な電気の強さに達していないと、もう一切光らないくせに、必要な電気の強さに達した瞬間にピカッとこう、急に明るく光るようになるっていう、特性があります。電球ってちょっと弱い電気でも本当に弱く光るじゃないですか。でも LED ってあれが難しくて、かなりシビアなんですよ。なので、電流が、一定のところまでこう来ないと全然光らないんですね。でも、一定のところまで来ると急に光るようになります。なので、ちょっとあえて暗く光らせるとかっていうのはちょっと難しかったりするんですけど、で、さらにですね、これ以上はダメだよっていうところを超えちゃうと、急に切れて、焼き切れてですね、壊れちゃいます。で、これも昔ながらの電球だと結構無理が効くというか、これ大丈夫っていうぐらい光々と明るく光って、なんとかそのまま使えたりするんですよね。なんですけど LED はそれに比べると結構一定のところを超えちゃうと、もう仕様が決まってるんで、この電流電圧で使ってくださいねっていう仕様が決まっていて、でそこの電流を超えちゃうと、急に切れて、壊れちゃうというのがあるっていうのがありまして、そこが結構ですね、難しいところなのかなとは思います。なので、この LED の場合はちゃんと計算してちょうどいい強さで電流を流してあげる必要があるということになります。
で、そのためにはですね、まず必要十分な電流をここから流してあげて、供給した上で、抵抗っていうのを使って、それを適切な強さまでこう落としてあげるっていうことが必要になるんですね。で、これもですね、実際抵抗が入ってます。ここにちょっと収縮チューブでくるんじゃってあるんで、ちょっと見えないんですけど、この中に抵抗っていうのが入ってます。で、これは150オームっていうのが入ってます。これですね。これが多分全然、見たことあるわっていう方が多いと思うんですけど、これが抵抗ですね。で、もちろん150オームだけじゃなくて、いろんな数字の抵抗がこれであるんですけど、これを使って、この抵抗もいろんな種類があって、これもちょっと話していくと長くなっちゃうんで、もうこの本当に一般的なこの普通の抵抗ですね。これを使ったお話になります、今回は。で、これをここにつけて、これをちょうどいい電流値にして光らせてあげるっていう形なんですけど、今回はこの部分の詳しいお話っていうか、詳しいというか基本のお話になるんですけど、いろいろと説明をさせていただければと思います。この抵抗何を選んだらいいのっていうようなお話ですね。はい。で、ここからがですね、ラジコンならではの電飾に使う LED の抵抗値の計算の仕方っていうようなお話に入っていきます。で、最初に大前提の説明としてですね、RC カーの電飾における、LED の、配線なんかの設計っていうのは、基本的に並列で接続する。これも実際、後で図で説明するんですけど、これも並列なんですよ。この2個の LED 光らせてるんですけど、これ並列で接続してます。これが基本的に RC カーの場合は並列で接続するのが前提となりますっていうのがあって、ちょっとそのお話からです。そこがなぜかっていうところを説明したいんですけど、ですね、そのために、まず、さっき最初に出てきた BEC 回路っていうものの説明が必要になるんですね。で、普通、今時の RC カーっていうのは電源となるバッテリーっていうのが、大体電圧ですね。7.4V じゃないですか。これもそうですけど、2セルの 7.4V っていうバッテリーなんですけど、これ10分の1の競技用ラジコンとかでも一緒だと思います。普通は2セルの 7.4V っていうのが使われてると思うんですけど、それが一般的ではあるんですけど、こういう車ですね、カー用バッテリーでも、ちょっと視野を広げて広いジャンルで見るとですね、必ずしも 7.4V は限らないんですね。で、さらにもうちょっと視野を広げてみると、船だったり、飛行機だったり、あとドローンだったりっていうのもあるじゃないですか。いわゆるラジコンって言われるようなものはいろいろありますよね。で、それらに使われているバッテリーってなると、もう本当にいろいろあって、車だけでも 7.4V に限らないのに、その船とか飛行機とかドローンってなってくるともう 11.1V とか、もうちょっと上行くと 14.8V とか、多分それ以上もあるんですよね。で、そういろいろある中で、でも使われるサーボ、これもサーボついてますよね。このステアリングを切るためにサーボがついてますよね。こういうサーボとかって、やっぱりこれも汎用品になるんで、これをいちいちですね、7.4V 用のサーボですとか、これは 11.1V 用のサーボですとかってこうやっちゃうと、もうそれこそ大変なことになるわけですね。で、そこで BEC 回路っていう企画というか、仕組みですね。仕組みが生まれまして、言ってももう軽く20年以上前だと思うんですけどね。もう BEC っていう、あれ企画なのかな？すいません。ちょっとそこまで詳しくわかんないですけど、多分企画というか、仕組みというか、でもそれが一般化して、本当にもう20数年以上前から、それが一般的に使われている仕組みなんですけど、この BEC 回路っていうのは、この仕組みが何かっていうと、ESC に接続した、これでいくと、こうバッテリーがあって、これ今 ESC ですね。ESC にバッテリーが接続されていて、これ 7.4V ですけど、これが何ボルトであろうと、これに接続される受信機だったり、その先に接続されるサーボとかですね。そういう機器に供給される電圧は、5V から 6V で使えるようにしますっていうものなんですね。これが例えば、超絶ハイパワーな、すごいバッテリーが接続されてたとして、それを汎用の普通のサーボに、その電圧が、例えばもう 10V を超えるような電圧がギューンって入っちゃうと壊れちゃうじゃないですか。で、それをちゃんと一定の、汎用のサーボに使える 5V から 6V に、一定にして送り出すという回路が、BEC 回路っていうんですけど、ちょっと初っ端から話が長くなっちゃったんですけど、この電飾で LED を光らせるために、この受信機からですね、この受信機から
電源を取りましたっていう時点で、この電源っていうのはもうその BC 回路のルールに準じてるんで、下は低くても 5V なんですよ。で、上は 6V ぐらいまでしかないです。ちょっとすいません。最近結構いろいろその辺も変わってきてるんで、もしかしたら 6V 以上っていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、一般的な、そのいわゆるハイエンドプロポみたいな特別な企画をちょっとそれぞれメーカーさん出してきたりもしてるんで、もしかしたら 6V 超えるものもあるかもしれないんですけど、なんかあるんですよ、最近。で、その話になるとまたちょっと長くなっちゃうんで、一般的には 5V から 6V です。で、これがどっちになるかっていうのは、もしくは、それより上の電圧になるかっていうのは、その、プロップメーカーさんだったり、ESC メーカーさんですね。まあその BEC 回路の電圧っていうのは基本 ESC の方の仕様で決まるんで、その ESC を作ってるところのメーカーさんが、もちろんスペックとして仕様として出してるんで、それで確認していただくっていう形になるんですけど、やっぱりちょっとこれまとまった感じでお話しするの難しいですね。ちょっとすいません、話がそれになったんですけど、ちょっとまた戻しますね。この LED は車のラジコンで電飾するとき基本並列ですと。で、なぜかっていうのがその BEC 回路の電圧がだいたい5から 6V だからですと。なんでその5から 6V だと基本並列になるかっていうのが LED ですね。この LED の仕様として 3V とかあと 3.2V とかっていうのがよくあるんですよ。で、それを直列でつなぐっていうことは単純に足し算になるので 3V と 3V、例えばこれがですね、1個 3V ですっていう LED だったとしたら、3V と 3V で、これ直列でもしつないだ場合に、足し算になるんで、6V じゃんと。BC の電源電圧が 6V だから、ちょうど抵抗いらないじゃんってなりそうなんですけど、そう単純でもなくて、電源がギリギリすぎて不安定になって、LED がですね、走ってる時にチカチカしちゃったりするんですよ。なので、この電源電圧、つまり BC の電源ですね。これに対して、余裕を持って設計したいんですね。チカチカしちゃったりするんで。で、基本的には並列にして余裕がある分に対して抵抗で調整するっていうやり方が一番安定したやり方になります。これもですね、口で説明してると難しいんで、後で図で説明するんです。その時にもですね、ちょっと今のこのお話が何言っとるんじゃっていう方は、よくわかんないわという方は、その図で説明する時にもですね、ちょっと見ていただいて、ご理解、深めていただけるといいなと思うんですけど、で、次にですね、並列でつなぐっていうのはどういうつなぎ方なのかっていうのを説明させていただきます。で、これはもう分かっている方も多いと思いますし、理科でやったけど忘れちゃったっていう方も、図で見ればすぐに思い出すと思います。もうちょっと図出してるんですけど、これですね。左が直列で、右が並列ですね。そうだったって感じじゃないですか。で、一般的な電流の流れる向きの解釈でいきますね。本当は逆だよとかっていうお話はなしで、一般的な電流の流れる向きの解釈でいきます。つまり、それでいくと、ここではプラスから出て、マイナスに返ってくるっていう考え方でいきますよと。で、直列っていうのは一本道で、そこに複数の LED が存在するようなつなぎ方になりますね。で、並列っていうのはその名の通りですね。LED1 個に対して1つの通り道になりますので、通り道は LED の数だけ途中で分岐するっていう形になります。この図で言うと LED2 個ついてるんで、プラスから出た電気の通り道が途中で LED2 個だから2つに分かれ道になってますよね。はい。というわけで、とにかくラジコンで電飾するときの配線の作り方は、右のように全ての LED を並列になるようにしてくださいっていうことでお願いします。で、この時に、じゃあ肝心の抵抗はどこにつけるのっていうと、これはですね、とにかく LED1 個に対して抵抗を1個つける。このやり方でやってください。じゃあこの並列の方の図に実際に抵抗を入れた図いきますね。はい、こちらです。ちょっとここも説明すると長くなっちゃうんで、簡単に言っちゃうんですけど、左のやり方がおすすめというか、もう基本的にこれじゃないとダメって言ってもいいぐらいです。右のやり方で光る場合もあるんですけど、かなりの確率でですね、
同じ LED を使ったのに明るさに違いが出てしまうとか、なぜか1個光らないとか、そういうことが起こります。で、この部分の説明はまたこう長くややこしくなっちゃうんで割愛しちゃうんですけど、とにかく左のやり方ですね。ちょっと面倒なんですけど、これでやってください。なんか右だと抵抗1個で済むのに、左のやり方でやらなくちゃいけないのってなるんですけど、ちょっとこれじゃないとですね、ちょっとまともに光らないことがほとんどなんで、で、一旦まともに光っても、1個の LED だけが明るく光り始めて、それがどんどん負荷が高まって、1個が明るくなり始めると、どんどんそこに集中しちゃうという特性もあって、そこが早く傷んで切れちゃうんですよ。なんで、ちょっと、そのあたりの話長くなっちゃうんで割愛しちゃうんですけど、すいません。とにかく、左のやり方。もうこれ一択って言ってもいいと思います。ラジコンの電飾の場合。はい。というわけで、ここでちょっと一旦まとめますね。受信機のコネクターから取る電源電圧が、そもそもですね、5から6ボルトですと。これはメーカーによって仕様があるんで、まあそれを確認すればわかりますよと。で、LED は並列でつなぐ。抵抗は一つの LED ごとにつける。以上ですね。はい。で、ここで、やっと今回の本当の本題である LED の抵抗の計算の仕方に入っていきます。ちなみに LED を並列でしかつながない。抵抗は LED 一つにつき一つつけるっていうルールのおかげで、逆にですね、抵抗の計算は結構シンプルでやりやすくなってます。もうワンパターンの計算方法で、いけちゃうっていう感じですね。で、ここで出てくるのがオームの法則になります。普通の人にとってはもう懐かしい響きですよね。もちろん仕事とかで携わってる人は別かもしれないですけど、普通の人にとっては学生時代にやったなみたいな、方が多いんじゃないかなと思います。で、このオームの法則っていうのがこれですよね。まず電圧イコール電流かける抵抗。これがオームの法則ですと。これを使うんですけど、抵抗を計算する場合は、この式をですね、組み替えて、こうなりますよね。抵抗値イコール電圧割る電流。で、この電圧っていうところだけちょっと面倒なんですけど、電源電圧から LED の電圧を引いて求めるという形になります。なので実際にはこうなりますね。抵抗値。今回のこのラジコンの LED つけたいっていう時の抵抗値。これは、まずカッコで先に計算するんですけど、電源電圧引く LED の定格電圧。で、それを LED の定格電流っていうので割ります。ここまで来ると、もうここに当てはめる数値を確認して当てはめて計算するだけっていうことになりますね。じゃあこの式に必要な数値をちょっと一旦並べて解説していきます。今先に式をバーって言っちゃったんですけど、多分よくわかんない言葉とかも出てきてたと思うので、そのさっきの式に入ってた言葉がこの3つなんですけど、まず電源電圧。これはもう単純に最初の方で結構説明した BC 回路の電圧ですね。まあ大体 5V から 6V。なんか特殊なやつだと 7. 何ボルトとかって稀にあるんですけど、大体は5か6です。で、LED の定格電圧っていうのがあって、これはですね、単純に LED の仕様、これを確認していただければわかります。で、もう一個、これも一緒ですね。LED の定格電流。これもですね、LED の仕様を確認していただければ、わかります。でちなみに、この定格電流っていうのが、20mA とかって書いてあると思うんですけど、当然さっきの式で計算するときは、オームの法則の式は、アンペアなんで単位が。例えば 20mA って書いてあったら、それをですね、1000分の1倍しなきゃいけないですね。なので、20mA って書いてあったら 0.02 で計算します。つまり 1A イコール 1000mA。これを換算するってことですね。で、ここで、1個、ちょっとよりわかりやすくっていうので、例として計算してみます。じゃあ、例えば、光らせたい LED のスペックを確認すると、こんな風に書いてありましたと。それが、白色 LED で、買ってきたのが白色 LED で、20mA、3.0 から 3.2V
で、12000から14000ミリカンデラか。これカンデラですよね。で、カンデラって明るさのことなんですけど、それを置いといて、この仕様を確認したところ、20ミリアンペアで3から 3.2 ボルトだったと。で、まずあれってなるところとして、電圧がなんか範囲で示されてますよね、これ。3から 3.2 ボルトって。で、こういう場合は無難に安全に行くなら低い方を選んで計算しておけば大丈夫です。あとその方がキリもいいんで計算もしやすいですしね。で、当てはめてみます。で、ちなみに、BC の電圧は今回の計算の例では、うちでも取り扱いのあるそのターボレーシングの例で、その場合でやってみますので、ターボレーシングの場合は 5V なので、これ全部当てはめていくと、こういう式になりますね。5V 引く 3V。で、それを 0.02 のアンペア。5V 引く 3V 割る 0.02 アンペア。で、これを計算すると、5V 引く 3V は2なんで、2割る 0.02 で、答えは100オームですってなるんですね。で、100オームだったら普通に売ってますので、それを使えばいいということになります。これさっきの図で言うと、こんな感じです。例えば、ヘッドライトを2灯光らせたいと。で、並列で繋いでますと。で、計算したら、100オームをつければいいって分かったんで、それをどうつけるかっていうと、こうなるってことですね。はい。あとは、これ、実際に計算して波数が出ちゃうことがあるんですけど、今、綺麗に100オームって出たんですけど、波数が出ちゃうことがあるんですけど、その場合は、どうすればいいかっていうと、1個上の抵抗をつけるっていうのが原則になります。例えば、計算して出た数値が、もうかなり細かい数字になっちゃって、全然キリが良くないと。で、そんな数値の抵抗ないよっていう場合は、存在する抵抗のうちですね、一番近い上の数値のものを使うっていう感じで OK です。で、ちなみにこれ僕の場合どうしてるかっていうのをちょっとお伝えしておきたいんですけど、手持ちで持ってる抵抗、実は3種類しかないですね、僕の場合。100オームと150オームと200オームしかないです。本当はもっと細かい刻みであるんですけど、経験上ですね、RC カーの電飾で使う抵抗は、この3種類くらいあれば十分で、計算して出た結果にですね、単純に一番近いものを、そのもう3種類のうちで一番近いものを使ってやっちゃってます。で、すいません。急に画面今戻ったと思うんですけど、これも実際、ここ、150って書いてあるんですけど、これ150オームなんですよ。ここについてる抵抗が。で、こっち、100オームなんですよ。なんですけど、同じ電源で取って、並列で繋いでるだけなのに、同じように光ってますよね。こんなもんじゃこんなもんなんですよね。で、これ厳密に言うと、抵抗が小さい、この100っていう方が、ちょっと明るいはずなんですけど、LED の特性としてですね、そのちょっと抵抗値が違うぐらいで、そんな劇的に、明るさ変わんないんですよ。これなんか同じじゃないですか。カメラで見てもよくわかんないかもしれないですけど、これ実際生で見ても、どっちがどっちって言われたらちょっとわかんないぐらいです。答え知ってたら、ちょっとこっちですね、この抵抗が小さい方がちょっと明るいかなぐらいなんですけど、これ実際生で見てもわかんないぐらいですね。なので、こんなもんっちゃこんなもんなんですよ。で、僕の場合はですけど、あくまでですね、100と150と、あとこの上の、200めったに使わないですけど、200も一応あるみたいな感じで、その3種類でやってます。で、あと、これもちょっと自己責任でお願いしますみたいな話になっちゃうんですけど、この LED がですね、例えばどっか、わかんないですけど、パーツケースの中に転がってて、これいつどこで買ったんだっけみたいな。仕様を確認したくても、わかんないっていう場合に、もうほとんどこれでいけますっていうのをちょっと一応共有しておきます。で、ここから先、これを信じてやって、切れちゃったとか言っても、もちろんそれは自己責任ですいませんけど、お願いしますっていう部分になりますので、まずほとんど大丈夫だと思うんですけど、一応今ちょっと画面に表を出すんですけど、こんな感じです。表っていうか、もうこの2種類だけなんですけど、赤と黄色の LED の場合は、もうだいたい 2V から 2.2V です。で、白、青、あと電球色とかって言われるやつですね。今ずっと見ててもらったこれ電球色ってやつなんですけど、これ白じゃなくて、ちょっと黄色いじゃないですか。これは電球色って言われるようなやつなんですけど、この白、青、電球色、
このあたりはですね、まあ3から 3.2V っていうのがほとんど。で、たまに超高輝度とかってなんかすごい明るいよみたいなやつが 3.6V みたいな、感じになってるんで、まあこのあたりでだいたい計算してやれば、なんて言うんでしょう。切れちゃう。LED の電球が切れちゃうっていうほどずれることはないかなと思います。あとLED の定格電流ですね。電圧じゃなくて、今のは電圧の話なんですけど、定格電流がわからない場合。これはですね、もう LED、これは LED ですという時点でほとんど 20mA です。なので、まあ本当によくわかんない LED、どっかに落ちてたっていうやつを使う場合は、ダメ元ですよ。ダメ元で、もう規格がわかんないから使わないっていうぐらいだったら、まあダメ元で試してみるっていうつもりでですね。それが赤、黄色だったら、まあ 2V で計算してみてください。で、白、青、あと電球色、これに該当するような LED だったら、まあ3から 3.6V なんで、間取って 3.3V とかで計算してやれば、まあまず光ると思います。はい。まあ以上、ちょっと自己責任でお願いしますっていう感じなんですけど。はい。というわけでですね、ちょっとどうしてもややこしくなるのを避けて、余計ややこしくなってた部分もあるかもしれないんですけど、ちょっと僕なりにですね、あくまでも初心者の方向けに、ちょっとなるべく簡単にっていうので、LED の抵抗の、まあ、計算の仕方というか、最悪100、150、200、この3種類で、まあ、やれば、多分150で大体全部光るんですけどね。光るんですけど、もちろんちょっとあまりにも適当だと良くないんで、もちろん自己責任のお話にはなりますので、ただちょっと僕なりになるべく簡単に説明させていただいたつもりなんですけど、多分これでもまだまだわからないところあると思うので、引き続きですね、ちょっと別の動画で、まあ、実践編みたいな感じで、実際に、まあ、うちのチャンネルなんでもちろんこう WPL のラジコンですね。これにターボレーシングの受信機つけました。ESC も、別のものをつけました。で、純正だともともと LED ついてるからいいんですけど、これに乗せ替えた時点で、ここも自分で作らなきゃいけなくなっちゃうんで、それを、どうするかっていうのを、また実践編みたいな感じで、実際の工作もちょっと、やるところをですね、動画でやろうとは思ってるんですけど、ちょっと今回はですね、まず本当に基本の基本って感じで、LED をこうつけるときに、どうしても抵抗の値ですね、こう抵抗値をで、どんなの使ったらいいのかっていうのはどうしても多分壁になるところかなと思ってたんで、まずですね、ちょっとこれを動画でお伝えさせていただきました。はい。というわけで、ちょっとまだこういうとこわかんないよとかっていうのがあれば、コメント欄でですね、ご質問いただければ、そういったなんか似たような質問多ければ、それに向けてですね、また動画を作ってアップの方をさせていただきますので、よければコメント欄からお気軽にご質問いただければと思います。はい。ではですね、今回の動画、ちょっとどうしてもややこしくなっちゃって申し訳なかったなって感じではあるんですけど、以上となります。では、ここまでですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。